はい。では、指の1関節ずつを球体で作って、それをつなげて指にしていきます。まず第1関節を作りますけども、爪に当たる上の部分がやや R の浅い、丸みを色図で作りまして、指の腹に当たる部分を、丸みを保ったままで、少し上に向けて尖らせるような形で第1関節を作ります。できましたらそれを、そのままクローンして後ろにつなげて、先ほどすぼめた、先端を少し膨らませて第2関節に作り変えます。違和感がないように多少、造形を調整しながら第2関節をクローンして指の、根元に持ってきます。それができたら、3つの指を選択で全て選択して結合させます。これで人差し指ができましたので、これをまたクローンして中指に変更していきます。中指は人差し指よりも少し長いので、スケールツールでちょっと調整して角度も、自然な形になるようにあらかじめ調整しておきます。次は人差し指をまたクローンして、薬指に変更します。人差し指と薬指はほぼ同じ大きさと考えて大丈夫なので、角度だけつけて、設定しておきます。今回転軸というのを変えたんですけども、オブジェクトを選択した状態で回転軸というところを、メニューをクリックすると、それでこの十字の回転軸が自由に動かせるモードになりますので、それで任意の場所に動かした後で解除すると、そこを軸に回転するように、設定することが可能です。で、人差し指をまたクローンして親指を作るんですけども、親指の、軸としてはほぼ90度横に傾けた位置で問題ないので、あとはサイズを調整して、親指に変更していきます。だいたいこの辺りに親指の先端が来るかなというのを狙って、一旦配置してやると、作りやすいかなと思います。ある程度配置が終わりましたら、スフィア球体を出して今度は手のひらを作っていこうと思います。
親指の付け根にある水かきのような急に薄くなった部分をこのようにクリースで再現してあげると、リアルに仕上がると思います。ざっくりと手首の骨の隆起を、粘土で描いています。全体像が見えてきましたので、この辺で、より自然な形になるように、主に回転軸を変えながら、指の表情を、調整していこうかなと思います。ここで、さっき3つの球体をつなげて1つの指にしましたが、さっき結合したやつをまた分離というのをすると、また元の3つの球体に戻ります。これで3つの単独した球に戻りましたので、回転ツールで、さらにポーズを調整していきます。
はい、これで、だいたい調整が終わったという感じなので、これをすべて結合させて一つのメッシュにしようかなと思います。現段階でワイヤーで見るとこのような感じで、メッシュの細かさもそれぞれで別々だったりするので、これを一つのメッシュにします。このボクセルというのの解像度をスーッと上げると、それぞれ単独した玉だったのが全く一つの、ワンメッシュのオブジェクトに、変わるので、これをベースにまた調整していこうかなと思います。これを行ってしまうともう分離というのを押しても元の玉には戻らない。代わりに、スムーズツールでこの境界線を鳴らしていくことができるので、このようないくつかの形が結合したものをモデリングするときはこの方法をよく使います。スムーズを行ってもこの境界線が微妙に残ってしまうことがあるので、その時はこのように粘土などで、ざっくりと埋めてあげると、またそれはそれできれいにならすことができるので、これを併用していきます。この状態で、素手のディティールを盛り込んでいくっていうのも可能なんですけども、今回手袋をした手というのを作っていくので、手袋をはめた、シワ感だったりを意識しながら、クリースブラシで造形していこうかなと思います。手袋をはめた手っていうのは素手よりも若干肉厚に作ることでそれが可能です。でクリースでこのように縫製の跡なんかを、ディティールをつけてあげると非常にそれだけで、リアルに仕上がっていきます。クリースでうまく作る、コツとしては、へこませたラインの、その両サイドは逆に、反転を押して、盛り上げたり、盛り上げた両脇のラインは逆にへこませたりすることで、このような立体的なシワを作ることが可能です。
影響範囲が広かったり、力が強かったり、またオブジェクトが薄い場合など、反対方面にその影響が出てしまうこともあるので、その場合はやり直してサイズをまた調整して、施します。基本的に服のシワは、自分の着てる服の、その曲がった感じを観察したり、写真を観察したり、あるいはハンガーにかかった服の、そのシワのつき方なんかを、見て、そのまま反映させるのが、良いかと思うんですが、一番シワとして、分かりやすく表現できるのはこの今指でやってた曲がった部分ですね。曲がった部分は、そこがこう両サイドに広がるような動きになるので、それを、移動ツールで、ピークがつくような、造形にしてあげると、割とリアルに仕上がると思います。はい、これで、おおよそ手の作りが完成しました。この状態から大胆にポーズを変更することはちょっと難しいんですけども、少し表情を変えるぐらいであれば移動ツールで調整することが可能です。以上、手の作り方でした。